語るドローン。この動画はドローン映像を背景にして私が感じたことを自由にお話しするシリーズです。東京には早くも台風が上陸し、異常気象ですが頑張ります。早速始めましょう。Let's get started.第1章、ヤンサンでの撮影。ヤンサンの中心街では、たくさんの美しい公園や橋を堪能しました。順序が逆になりますが、その映像は今後公開したいと思います。とにかく、すごく綺麗な場所ばかりでした。ヤンさんの撮影の締めくくりに向かったのが本日ご紹介する場所です。中心街のバス停からローカルバスに揺られて40分近くかかったでしょうか。たどり着いたのはどこか懐かしい佇まいのバスターミナルでした。そこから目指す聖地までは結構な距離を歩くことになるようでした。しかし、この歩く時間こそがこれから始まる壮大な物語へのプロローグ。お寺へと続くこの長い山道はムプンハンソンのと呼ばれます。風がなくても冷たい松の香りが漂う道という意味を持つそうです。その名の通り、樹齢数百年の立派な松の木々がまるで風に舞う竜のようでした。枝葉はダイナミックに曲がりくねり、緑のトンネルを作っています。一歩、また一歩と進むたびに心が静寂に満たされていくのを感じました。その感覚は日本のお寺や神社と同じです。第2章、高野山を思わせる巨大なコロニー。門をくぐった瞬間、私は息を飲みました。そこに広がっていたのは、日本の高野山を思わせるほど圧倒的に濃密な空間でした。ここは単体のお寺というより、古い木造建築が密集して街を作っている巨大なコロニー。しかし、高野山と決定的に違うのは、別々のお寺が集まっているのではないことです。広大な敷地にひしめく無数の道具や19もの塔頭のすべてがトンドサという一つの宇宙なのです。トンドサの境内は東に向かって緩やかに傾斜する地形を生かしていました。入り口から奥へ向かってハロジョン、
準のジョン、3のシュージョンという3つのエリアがつながっています。門をくぐるごとにグラデーションのように信仰の深部へと誘われる独特の伽藍配置。1300年以上もの間、一度もその灯火を消すことなく守られてきたこの山岳寺院は2018年にユネスコ世界文化遺産にも登録されました。第3章、韓国仏教の頂点、三宝寺院の謎。なぜこれほどまでに濃密な空気感が漂っているのでしょうか。実はこのトンドサは韓国仏教において最高峰のステータスを持つ三大三宝幸夜の筆頭なのです。韓国には仏、法、僧の3つの宝を象徴する最高格の寺院があります。お釈迦様の経典を保管するヘインサ、高僧を多く輩出し修行を象徴するソングアンサ、そしてここトンドサはお釈迦様を象徴するプルボサチヨルの頂点に君臨しています。しかし、その最高峰の本堂である大雄殿に足を踏み入れたとき、誰もが奇妙な違和感を覚えるはずです。本堂の中には本尊となる仏像が一体もありません。あるのはご本尊が安置されるべき場所に開けられた一枚の大きな窓だけ。参拝者たちはその窓の向こうにある屋外の石造りのステージ、クムガン下段に向かって手を合わせています。なぜ仏像がないのでしょう。それはここトンドサの始まりにまつわるある大いなる伝説があるからです。第4章、古代のロマン、善光寺と渡来人の伏線。言い伝えによれば、今から1300年以上も昔、西暦646年の新羅時代、高僧であるチャジャンユルサが中国の唐からお釈迦様の本物の遺骨、マミシャリと今朝を持ち帰り、この金剛階段に収めました。本物の仏様がここに眠っているのだから、木や金属で作った偶像レプリカを置く必要などない。これこそが仏像のない本堂の正体であり、この場所に漂う究極の濃密さの理由なのです。そしてこの目に見えない本物を拝むという神秘的な構造は、海の向こう、日本のあのお寺の歴史とも不思議な糸で結ばれています。牛に引かれて善光寺で有名な長野県の善光寺。唐突かもしれませんが、私独自の見解を述べます。多分どこの書物にもこの2社が出てくる話はないと思います。寺の言い伝えにおいて善光寺が始まったとされるのは西暦642年、くしくもこのトンドサが誕生したとされる646年とわずか4年しか離れていない、ほぼ同時期なのです。善光寺のご本尊である阿弥陀如来は、かつて朝鮮半島の百済から日本へ初めてもたらされた日本最古の仏像とされています。そしてその善光寺を信濃の地で創建し、現代に至るまで1000年以上も代々守り続けてきたのは、朝鮮半島から朝の織物や高度な文化を伝えた渡来人の末裔、若臣一族だと言われています。実は大学の同級生に若臣という名前の男性がおり、大学時代から私の先祖は渡来人だと聞かされました。実際に善光寺の建立者はこの氏族であり、現在でもお寺や周辺の宿坊はほとんどが若臣一族が運営しています。
その学友は悲しいことに近年病魔に倒れて亡くなりましたが、存命中はダライラマを日本に呼び寄せたりするような著名な活動をしていました。第5章、時空を超えてつながる聖地。日本における仏教や仏教建築は朝鮮半島から流入したものが大半でしょう。中国本土からのものも多いでしょうが、釜山、対馬、福岡の近さから言えば、明らかに渡来人がさまざまな文化をもたらしたのは間違いないと思われます。実際の歴史の学術的な検証はさておき、古代の東アジアを駆け巡った仏教への情熱がこのようなドラマチックな言い伝えを残したことは紛れもない事実でしょう。史実ベースで見ても、このトンド里善光寺は日本の高野山よりもおよそ150年も古い7世紀後半という古代東アジアで仏教が爆発的に普及した同じ熱量の中で産声を上げました。朝鮮半島から海を渡った日本最初の仏像を誰の目にも触れさせない絶対秘仏として守り続ける日本の善光寺。唐から持ち帰ったお釈迦様の本物の遺骨を祀るため本堂に仏像を置かない韓国のトンドサ。国境を越え古代の渡来人たちが命がけでつないだ信仰のバトンが時空を超えてココヤン山の深い山奥と日本の信濃の地で今も全く同じ目に見えぬ本物を仰ぐという濃密な聖地の輝きを放っているのです。ヤンさんの旅の終わりに私が体感したあの圧倒的な空気感は1300年の時を超えて日韓の歴史の太い伏線が回収された感動的な瞬間だったのかもしれません。本日もここまでご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると次回の編集に生かしたいと思います。まだの方はぜひご登録をお願いします。最新の動画が見つけやすくなります。それではまた次週お会いしましょう。